この建物はもともと築40年ぐらい前の建物をフルリノベーションしました。減築して増築して建物の形が割と凹凸が激しい家だったんですけども、まっすぐに揃えるという設計しています。なるほどね。長期有料住宅もこちら取られてるんですよね。はい、長期で耐震等級もそれから省エネ等級も取っております。なのでいわゆる中身的に言うと新築と遜色のないお家になるということです。こんにちは、大新ビルドの清水です。こんにちは、大新ビルドの佐藤です。本日は2月の21日で、午後だいたい2時ぐらいです。すごいいい天気の中完成見学会がされています。今回はリノベーションということで、はい、こちらのご自宅ですよね。はい、ちょっと佐藤さんの方から、概要の方お願いできますか。はい、この建物はもともと築40年ぐらい前の建物をフルリノベーションしました。で、敷地面積が、206平米、約62坪、あと上下階合わせて延べ面積が107平米で、32坪という規模になっております。ちょっといつもの感じで言うと、僕らが建ててる新築で言うとやっぱり大きいですね、建物ね。そうですね。元の建物の形に合わせて作ったので、ちょっと面積は大きいですね。ですね。土地もだいぶね、ゆったりしてますもんね。ゆったりしてます。はい、なんかすごく雲一つないいい天気で良かったです。そして今回ですけど、外壁はどうされてるんですか。これは。これは杉の粗材なんですけども、それにウッドロングエコというその保護塗料を塗っています。ドブ漬けでやられたんですよね。そうです。これ実はワークショップで応募された方、スタッフ、そしてもちろんお施主さんもみんなでドブ漬けっていう大きな水槽を作って、そこにウッドロングエコの水溶液を作って板をザブザブ入れていくやり方なんですけど、こんな感じの様子です。こういう感じにドブ漬けってこんな感じになってますので。はい、そうですね。そうなんですね。屋根は今回は屋根はガルバリウム鋼板です。はい、なるほどね。太陽光を乗せてっていう感じですね。はい、なんかリノベっていう感じが全くしないですね。そうですね。ガラッと変わりました。減築して増築して建物の形が割と凹凸が激しい家だったんですけども、まっすぐに揃えるという設計してます。なるほどね。始まりはこんな感じのお家です。もう築40年でよくあるお家になってます。でそれが、ここまで変わったのかっていう感じですね。はい、変わりました。やっぱりリノベーションのこの可能性っていうのを、すごいですね。今回は今26年なんですが、2025年の4月1日から建築基準法が変わりました。で変わってリフォームでちゃんとした確認をやって、長期有料住宅もこちら取られてるんですよね。はい、長期で、耐震等級もそれから省エネ等級も取っております。素晴らしいですよね。はい、なのでいわゆる中身的に言うと新築と遜色のない、お家になるということですよね。性能的に言うと。分かりました。今回の本当のことを言うと、今まだ確認申請の方がすごくざわついてます。まだまだまとまってない中でリフォームの確認申請ってすごく難しかったですよね。で、なかなか降りないですし、今もそうなんですけど、今現在26年の2月ですが、今現在もちょっと申請期間が分かってないというちょっと困りてますね。そうですね。審査してくださった方も、僕らはもちろんそうですけど、結構大変でした。ですよね。そんな感じでやってますが、なので、今回ここのお家のことは、今度の発売されるこちら建築知識ビルダーズでまた取材が入ってますので、またよかったら読んでください。ちょっと外回りなんですけど、外回りここ駐車場ですね。こっち駐車場ですね。でも向こうにももう1台置けるような感じであるんですね。両方にここと向こうで1台ずつ車が止められて、2台止められる。そうです。この辺別に自転車置ける。ここも広めに取ってますんで。ですよね。でちょっと一番奥が畑ですか。家庭菜園をするエリアを今分けてます。そこには腐葉土とか入れて
土地をちょっとこれから肥やしていく計画なんですけども。そうですよね、でも畑しはる人はこのぐらいがいいですよね。だんだん畑が大きくなりそうな気がします。お客さんそう言ってましたんでそれ楽しみですね。あそこに畑ができて、実はキッチンからすぐなんで野菜とかねできるといいなと思います。家庭菜園いいですよね。いいですね。今回ちょっとこのね外壁すごくいいんですけど、はい、先ほど杉ドブ漬けえしたということなんですけど、はい、これはもうあえて粗い材料で、はい、粗材の方がやっぱりウッドロングエコっていう、もうほとんど水というか水溶性なんで染み込むというか浸透しやすいですね。なんかいい感じですよね。ちゃんと仕上げてるのよりもこの方が良かったです。そうですね。でこちらは何ですかね、これ。これステンレスのビスなんですけども、ウルトっていうメーカーのステンレスのビスを使ってます。ドイツの木造、木の板張る用のビスですね。そうですね。なんかすごいですね。頭が全然ちっちゃくてあんまり出てないですよね。こういうのは窓の色に合わせてこういうステンレスの感じなんですかね。そうですね。まずサッシの色があって、でそれに合わせてひさしだとかビスの色もできるだけ近いように合わせました。どうしても日本製のビス、普通のビス、ステンレスとかね、真鍮釘もありますけど、割と大きいのでね目立ちますもんね。焼きすぎの時はもう黒いビス使って、こういった時はこういうねステンレスのビスを使って外壁の種類によって使い分けるような、そんな感じですよね。そうですね。いやいいと思います。はい、そしたら中の方案内していただけますか。はい、どうぞ。中に入ってきました。お家の中入って、こっち側が、下駄箱っていう、だいぶと大きな2つあって、でこう物入れがあって、でここくぼんでますけど、このスペースはここも一応物入れなんですけども、将来的にベビーカーをここに置こうかなっていう計画で。ちょうどいいスペースですね。でそっちがこっちが有効ボードになってるんで、フックをかけて、いろんなものを収納する、かけて収納するという。鍵とかね、帽子とかちょっとしたもの、いいですよね。ごちゃごちゃするものこの辺で全てっていう感じですよね。そしたら玄関から入らさせていただいて、ここはもう手洗いがすぐにあるような、そんな感じですね。そうですね。もう玄関帰られて玄関に来てすぐもう手が洗えるようにしてます。なるほどね。そしたら玄関入って、こっち側は、キッチンの方に向かっていく。はい、まっすぐ行ってキッチンです。なるほど。でこっち側がリビングの方に行きます。ちょっとこっちからリビングに行きましょう。お願いできますか。ね、ここは2階上がれる階段なんですね。はい、そうです。でここにも物入れが。ここを開けると、すごいですね。明るいです。明るいです。ね、この部屋はピアノが入る部屋になります。ピアノ室です。でここで仕切れるようになってるんですね。そうですね。ここはね広いリビングになってて、この3枚扉でこういう風に仕切れるようにしています。ピアノのお部屋があって練習ができて、開けるともう一続きのリビングとしてかなり広く使われます。こういう感じで、こんな感じですね。すごいね。でここにも収納があるような。こっちは収納ですね。玄関にも結構収納あったので、今回も収納しっかり取ってるのかなっていう感じがします。こっちがリビングからですけど、すごいですね。なんか広くて明るくて。この辺に置くんですか。ソファーがこちらに来ますね。こちらに来て庭を眺められるように。いいですね。上が吹き抜けなので、上からハイサイドライトというか光がすごく入ってくるんで、そうですね。すごく明るくあったかいですね。ですよね。キッチンがこっち側にあるような感じですよね。ここですけど、玄関もそうやったんですけど、床は今回何使われたんですかね。これは奈良の複合材というやつなんですけども、肩木を使ってます。
生えて、一つはピアノが来るっていうんで、いつも扱ってる杉だとどうしても柔らかいですもんね。柔らかいですから。そうですね、奈良とかそういった広葉樹の方がいいですよね。壁は天然スタイル土壁っていう、土壁なんですけども、を使ってます。珪藻土ですかね。はい、珪藻土とそれから卵の殻と、石灰岩で、作った自然素材ですけど。なるほどね。この辺の天井は和紙でっていう感じですよね。和紙ですね。はい。和紙も貼るの相変わらずうまいですね。うまいですね。はい。今日も見学会に来てはった人感心してましたけど、この角出ないですよ。普通とね、うまいと思います。和紙と土って素材がね、見切るのが難しいんですもん。そうですね。その辺も割とうまくやられてますね。だからちょっとこの辺キッチン周りはもうほぼほぼ造作で作られたんですかね。はい、もうキッチン収納はすべて造作で。なるほど。がっつり造作やられましたね。そうですね、がっつり造作しましたね。カウンター台があって、これはこっち側がゴミ入れプラス棚になってますね。ゴミこう入れてっていう感じですね。でこれがスライドが。そうです。ここにはオーブンレンジを置く予定なので、そこになるほどね。でコンセントもつけて。そうですね。初めにね、こういうふうにちゃんと設計しておけば後が楽ですもんね。楽ですね。でこの辺のやつも全部引き出しになってます。ああ、いいですね。ちょっとゴムのやつ買ってきて引いてもらったらそれで十分ですね。こちら側が深い引き出しになってて、そちら側が浅い引き出しにしてます。なるほど。使う用途ですよね。そうですね。あとカトラリーを中にこうセットして仕切り用ですね。やればこれだいぶと大きいのですごいですよ。使える量というのは。食器類も入ると思います。ですよね。ここにももちろん入りますのでね。システムキッチンもね十分にありますから。ありますもんね。でからこのまま行くとここが冷蔵庫ですか。そこが冷蔵庫です。なるほど。整いましたね。整いました。はい。なるほど。そこが冷蔵庫でこっち側が玄関なので、こっち側が裏動線みたいな感じで、この辺にいっぱいちょっと一週間機やらいろいろなものが入ってるので、リモコンですね。ここはパントリーなので、向こうから「ただいま」って言って帰ってきて荷物とかをこの辺に入れて、そのままそちらに行くようなそんな感じですかね。そうですね。こちらがもう生活の動線、勝手口もあるし、キッチンが近いからいろんなものね。そうですね。こういう回遊動線ですか。ぐるっと回遊できます。いいですね。元の家の階段の位置は一緒なんです。ここに階段があったんですね。だからその辺の構造は一緒なんですけども。はい、そしたら2階の方に上がってきますね。正面の部屋なんかいい感じですね。そうですね。ここがご主人の書斎になります。あ、書斎ですか。ちょっと和紙の色を変えてはるんですね。そうですね。落ち着く色で、天井もちょっと変えて。天井がラワンで水平に作ってるんですけども、ちょっと和紙の色も暗めにして落ち着く部屋にしました。ちょっとそちらのお部屋は、こっちが寝室になります。将来子供部屋ということで、めっちゃ気持ちいいですね。見晴らしが。見晴らしいいですね。やっぱりこっちですね。東側には今日ちょっと曇ってますけど、すごく山並みが綺麗なんですよ。ここは。ここ来た時ね、もうこっちやなって思ったんですよね。そうですね。もうこっちに開けないとっていう感じで、土地もだんだん向こうの方が低くなってるんで、見晴らしがすごくいいですね。東側はいい感じだと思います。そしたらこのお部屋を出てこっち側ですね。左手に行っていただくと、ホールになります。でここが多目的のやつですね。吹き抜けを囲うようにフリースペースというか、こっちカウンターを作ってね、遊んだり勉強したり仕事したりできるところです。そうですね。いい感じだと思います。でちょっと
エアコンの方をこういう感じでちょっと隠してやるような、そんな感じですかね。はい、そうですね。天井の上にエアコンつけて、夏場用ですね。冷たい空気が下に行くようにしています。それから正面がクローゼット。すごい大きなファミリークローゼットですね。はい、もう家族みんなのクローゼットとして使えるように広めに取ってます。何畳ぐらいあるんですか？これ3畳ですね。3畳ぐらいあります。3畳もっとあるような、そんな感じに見えますね。そうですね。こっち側に移るとここいいですね。そうですね。一応ここも寝室の予定なんですけども。はい。なるほど。でもここはむちゃくちゃ開放感あって第二リビングみたいな、そんな感じしますね。そうですね。第二リビングにも使えるし。なるほどね。ほんでこう見るとここにこういうものが。はい。キャットウォークに行く扉があって。はい、子供さんとかねいらっしゃるとこういうのが、そうですね。裏で鍵がとかやるとね、安心ですもんね。そうですね。このままやっとくと絶対に行けますもんね。すごく大きなこのフィックス窓と、このね窓が2つ重なってるので、むちゃくちゃもう開放的です。ですね。でこの天井も今回はラワンを使ってます。勾配天井ですね。なるほどね。いいですね。ラワンいいですね。なんかあっさりしてすごく、今日見学会来られた方もなんかこれはこれですごくいいなっていう感じでおっしゃってました。はい。やっぱりなんかいつも板張ると細かいねフローリングみたいなのがまたちょっと違った感じで。結構昔はね建築家の方がよく使ってらしたんで使ってましたね。私はもう憧れだったんですけど永田先生とかね、使ってましたね。使ってますね。天井ラワンってね。永田先生ね、ちなみにこういう本でありますので、こういう僕ら世代のすごいいい感じのねやられる方ですね。大尊敬してます。今回ね、ちょっと分かるかどうかちょっとカメラ越しで分かりにくいかも分かんないですけど、こっちが南面なので日射取得を中心と考えてます。なのでいわゆる樹脂サッシの、ペアガラス日射取得用というやつです。APW の330です。で向こう側は西側なんですね。で西側と東側に関してはちょっと今回、トリプルガラスを使わさせてもらってます。あちらの方は430の日射遮蔽型です。なのでちょっとね色が違うの分かりますかね。ちょっとカメラ越しには分かりにくいかも分からないですけど、実際トリプルの日射遮蔽のやつっていうのがちょっとブロンズの色が入ってるような感じのやつなんですけど、よく言えばこう目が眩しくないような感じで、悪く言えばちょっとくすんで曇りのように見えてしまいますね。でこっち側はそのままクリアな感じなんですけど、そういうトリプルとペアでもガラスによってちょっとこういう感じのことがあるので、皆さんも覚えてもらうとありがたいです。ちょっとこっち側ですけど、来ると洗面になります。なんか広いですね。広いもう洗面脱衣室ですね。こういう感じで横にもこういうものがあるとだいぶと便利ですよね。そうですね。上で洗濯物を干してここで洗濯物を畳むっていうこと。すぐそこクローゼットなのでいう感じで家事動線考えられてますね。こういうところはもう割り切ってビニールクロスでってそうですね。いう感じですよね。もう水を使うとこなんで、割り切りが大事かなと。でこっち側に行くと物入れになります。物入れですか。なるほどね。でも向こうにも扉があるんですけど、この両方から使える物入れということで、このまま開けると廊下に階段上がったところに入ってくるんですね。なるほど。2階も回遊動線なんですね。そうですね。これもミニ回遊ができますね。ですね。わかりました。こっちが出てきたんですけど、ここにも上に行く階段があるんですか？そうですね。上小屋裏収納になってます。ちょっと向こうから行って上がってみましょうか。そうです。
スリップ階段で上上がるような感じですね。そうですね。箱型階段にするとちょっとホールとか廊下とか暗くなると思ったんで、今スリップにしてます。いいですね。なんか窓が見えて、そうですね。ここからちゃんとこう窓が見えて光も入ってきて自然光ですね。ですよね。ちょっと上上がってみましょうか。今回奈良県なんですけど、これ京都も行けるんですけどね、京都奈良っていうのは小屋裏収納庫とかロフト階段 OK なんですね。そうですね。なぜか、なぜか大阪は階段じゃないとダメなので、大阪もこれできるようになったらね、物入れが全然違いますもんね。そうですね。収納を持って運ぶのがすごく楽になるんですけど、ですよね。収納庫なんですけど、でも意外と眺めがいいんですよ。ここは窓を作って。そうですよね。これもご主人がおっしゃってた、ここには窓が絶対に欲しいって言ってましたもんね。そうですね。やっぱりそっちの風景が綺麗ですもんね。綺麗ですね。そんな感じですけど、ここをちょっと見てもらうと、ここから先ほどの夏用のエアコンの修理とかできるように開けれるんですよね。そうですね。こんな感じで外して。更新してるのでリターンになりますね。リターンっていうのは一番あったかい空気を吸わしてあげたいので、ここのところから空気が入って冷たい風が出る、そんな感じですね。はい、そうです。はい。なのでこういうふうにしてると安心ですよね。エアコンの点検もありますし。そうですね。今回ね、ここでリノベーションっていう形になったんですけど、住まい手の方がこの場所を選ばれて、僕一番初めに土地見に来たんですけど、なかなかいい感じのね、周りの雰囲気でね、リノベーションやるっていう形ですごく場所はいいなって思って、全然問題ないですよっていう感じで言わさせてもらったんですけど、佐藤さん的に言うとリノベーションやられる時にどういった点を見張りますかね。そうですね。今回の計画、最初はもちろんその元ある家の構造を生かしてっていうふうに計画してたんですけど、だんだんやっぱりお客さんと打ち合わせを重ねるに従って建物の形がだんだん元の凹凸からシンプルな四角い形になったんですよ。だから建て替えだからというわけじゃなくってリノベーションはリノベーションとしてちゃんと構造が成り立つよということをものすごく心がけました。なるほどね。もともとこういう感じだったんですよ。でちょっと凹凸っていうのはこんな感じで、ちょっと1階と2階が全く合わなかったんですよね。じゃないですね。やっぱりどうしても昔はしょうがないのかなと思いますけど。ですよね。今でしたらね、2階の直下率とかね言うて2階の柱のところに1階も柱あります。2階の壁のあるところに1階も壁を作ると、そうすると構造的にすごくねやりやすくなるっていうんですけど、ちょっと昔の家はそんなあまり考えてなかったですね。そうですね。壁量も割と全体で見るような感じで、あまりバランスとかは重視してなかったですね。そうですね。だから耐震とかいうのも考えると、ここは40年ぐらい前のお家なので、1980年以降なので、その新耐震は新耐震なんですよね。一応新耐震なんですけど、阪神・淡路震災の前ですよね。四分割っていわゆるバランスのことが考えられてないっていう感じですね。それが阪神・淡路大震災で1995年なので、その後2000年からまた建築基準法が変わってバランスよく配置しなさいっていう感じになったんですよね。そうですね。こっちとこっちで両方同じぐらいのバランスで耐力壁を作りましょうっていうのが四分割音ですけど。そうですね。じゃないと阪神・淡路大震災の時にその間口方向が何もないので見事にこうなったんですね。後ろが強いのでね、このまま潰れたっていうのがね、あったんですよね。正直僕らもあれなんですけど、リノベーションをやるっていう時に見に行かれる工務店さんなのに設計事務所の方ですけど、そのいつぐらいの建物はこうなってるという勘どころですよね。そうですね。あの頃の建物やったらこういうはずやとか、こうなってるやろっていう予測の立てれない、僕らが見たらその当時から仕事してたからね、若手の方でそういう経験年数があまりない方っていうのは
やっぱりリノベーションちょっと分かりにくいでしょうね。実感としてそうですね、経験してない分わからないかもしれない。まあこういうまだちょっとね、街中の建物とこういう郊外の大規模なところ、大阪でいうと千里とか千木とか郡園とかそうなんですけどっていうのもまた違って、で大規模ニュータウンのところっていうのはほとんど大手さんがやられてるのが多いので、開発もね、昔のちょっと日本の三大ハウスメーカーっていうのはもう全部潰れたんですけど、そういうところが作ってるのは割とちょっと小増しっていうかね、そうですね、なってますもんね。でどうしても街中の建売りは2000年以前の建物を購入される時に相当気をつけてみないと。そうですね、今回ここはちゃんとねズミ賞もあった。そうですね、ズミ賞があったら大事ですし、僕ら大阪にずっとおったのであれですけど、本当に正直2000年以前は街中の不動産屋さんとか、工務店だったいうのはもう今おっしゃったズミ賞がないんですよね。早い話違法建築ばっかりで、土地が高かったのでバブルとかあって15坪ぐらいの土地に3階建てで、無理やり建ててっていうお家がいっぱいあると思うんですいまだに。でそういうのはやっぱりね、もともと確認申請通り建ってないのでちょっともうどうしようもできないですね。そうですね、怖いですね。怖いですね本当に今住まれてる方は全然罪ないんですが、その当時本当にそれが当たり前でしたので、やっぱりその辺は場数の踏んではる工務店設計事務所じゃないと分かんないと思うんです。その社会風景であったり、その当時どうやったとか、一番多いのは1階が鉄筋コンクリートで23木なんですよね、大阪とかでしたら。これがなかなか厄介な建物で解体するのにもすごい費用かかりますし、図見書がないので大規模リノベーションっていうのはちょっと厳しいかなって。厳しいですね。構造違うと根構造になっちゃいますからですね、難しいと思います。で図見書がないっていうことはどういうことかというと、今まだ工事中っていう扱いなんですね。そうですね、役所の理屈で言うと完了の届けが出てないぞと。ということは図見書がないから完了届が出てないのにまた新しい確認申請が来ると工事終わってないですよねっていう話ですね。それがもう法律の理屈ですねちょっと意味が分かりにくいんですけどそれが役所の見解なんですよね。ちゃんと終わったっていう報告とそれを役所に届ける、検査を受けるっていう感じですね。大阪でも金融高校を使ってやったっていうのは大丈夫だと思うんですけどね、大体ね。そうですね、金融高校はちゃんと基準がありますから、ありますもんね。いまだにフラット35にもね基準がありますので、そういったものであればいいんですけど、そういうのもなかなかちょっと一般の人で分かれっていうとも無理やと思うし、本当に若手の設計の方や若手の工務店さんの方、その時代の当時のことをあまり知らなかったらでどんな建物やったんかっていうのもあんまり分からんやろなとは僕も思いますね。それは一つとして、今回フルリノベーションというかもう全改装というかなんて言ったらいいんですかね。そうですね。増改築なんですけど。ですよね。その形を整えるっていう意味でもね、そうなっていったっていうのもあるんですけど、ここまでリノベでできるっていうのもちょっと皆様に知っていただけると。で冒頭にも言いましたけど、今回新しく2025年4月1日からできた法律で長期有料住宅ですよね、法律で長期有料化のこういうリフォームをやった、うちの会社では第1号です。法律以前のやつありますよ。それも長期有料化はやりましたけど、今回この法律が変わってからっていう第1号なんですけど、本当に今ね2026年の2月ですけど、いまだにちょっと申請期間は混乱したまんまですねっていう感じなので、僕らもねリノベとかもっとやりたいんですけど、今現状
法律がストップさせるようなね。そうですね、まあ仕方がないのかなと思いますけど、本当に構造的な、検討もちゃんと既存の建物を改修でもしなきゃいけない。なんて言うんですかね、日本家が余ってます、空き家をどうにか活用したいということがあってリノベがいいですよとか言うてるんですけど、住所がないから確認申請ができないですよ、リノベができないです。じゃあ、お化粧直しのリフォームであったり、ちょっとそういう、法律に触れないような耐震補強であったり、そういう感じしかできないっていう感じであると、なかなかやっぱりそれは進まないとは思いますけどね。なので本当のこと言うと、長期有料住宅っていうのが2008年2009年からやったと思うんですけど、そのぐらいから始まって、そこから以降住宅が量から質に変わったっていう段階になるんですけど、この辺ぐらいから今2026年の建物は大丈夫です。そう長期有料を取ってるやつは、そういうのは大丈夫です。おそらくですけどね、今2025年でもそんな多くなかったんですよね。なのでちょっとそういうのは取るようにしていくと、今言うてるような問題がなくなってくるんですよね。であともう一つの懸念があるんですよね。法律はね変わるんですよね。そうですね、で確かに今例えば新築やられて2025年4月から新しい法律で断熱っていうのが義務化になったんですけど、これがすごい基準が低いんですよね。ですね。で絶地の基準もすごく低いんですよ。でそうなると今の絶地基準とかその辺でやると、今の最低の法律基準断熱等級4っていうのはおそらく2030年には建たない既存住宅不適格と呼ばれるようなお家になるんですよね。なので僕らもその辺も思ってるので、どうせ建つんやったら僕らはもう2050年ぐらいから逆算して、30年とかそういう長いスパン、おそらく既存住宅不適格にならないぐらいの性能の家をやっぱり提供しとかないと、今言うたような話が出てくると思うんですよね。そうです。96っていうのがこれから必須になってくるんですね。東急6でもね、その下の方の6と上の方の6があまりにもね違いすぎるので、なので僕らよくその間 6.5 とかね、G2、G3 の間、2.5 とか言うてますけど、そのぐらいがやったら関西ではちょうどいいのかなと。東急7はもちろんいいですよ、もうそういうのはね、と思いますけど、そういったことも踏まえて長期に使える家っていうね、意味も考えると、やっぱりそのぐらいの性能はやられた方がいいですよね。そうですね。あとリフォームリノベなので今回も皆さんが楽しんでいただけるような、今回は外装は先ほどお話ししたワークショップで杉の板をみんなで塗ったんですけども、内装1階の壁も土壁をみんなで塗るっていうワークショップを開催しました。すごいですね。そうですね。応募して来られた方、それから学生さん、私たちスタッフともちろんお施主さんも参加されて、本当にみんなでもうこの面を全部1階の壁ですね、土壁をコテでみんなで塗っていったんですけど、どうでしょう。よかったと思いますよ。よかったですか。いろいろとありますけど、またね機会があればワークショップできるお家があればね、またやれればと思います。最後にここのこだわりみたいな。こだわりですね。やはり先ほど言った天井が和紙、それから壁は土で、床はもちろん木なんで、紙と土と木でできてるの心地よさをやっぱり体験していただきたい。そうですね。でリノベーションでもここまでできるっていうのもね。そうですね。もう今回もうこんなチャレンジないんじゃないかっていうそうですね。私どももそうですけど、検査機関の方もものすごく骨を折ってくださって、すごいリノベーションが新築並みの家ができました。ですよね。と思います。あとちょっと性能のことなんですけど、性能のことについて説明させていただきます。今回新築と同じような感じでキューペックスを作りましたので、そちらを説明させていただきます。
はい、ちょっと最後に性能の方を説明させていただきます。読み上げますね。Q 値は 1.0 です。UH が 0.33 で板 AC 値が 0.9 です。で、暖房エネルギーの方なんですが、こちらのおうち 16.9kWh 平米という形になります。なので、Q1 住宅レベル2になります。で、22.9% 今の現行の法律に言うと、それよりも 22.9% というのはどういう意味かというと、例えば今の現行の法律で、お家を建てる省エネのやつなんですが、それが年間1万円であればここのお家は2290円で済みますよという形になります。で、暖房の方のエネルギーですが、こちら、年間、電気で、言うと 19,140 円です。で冷房の方が2107円、合計で 39,247 円という形になってます。でここに太陽光が乗ってるっていうようなそんなお家になってます。いわゆるリノベーションでもQ1住宅というのが作れるっていう形で、よかったら皆さんも、お願いいたします。あとね、今回リフォームリノベーションについてのパンフレットを作りました。よかったらこちらの方に、郵送希望の方は郵送希望と書いてください。メルマガ、登録していただくとダウンロードできたり、メルマガ登録してくれるとそういうのができます。今言ったようなことを盛り込んだリノベーションリフォームのだけのパンフレットを作ってみましたので、よかったら皆さんお読みください。見てください。はい、そしたら今回ね、この動画が良かったという方は、高評価グッドボタンとで、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。佐藤さん、一言どうぞ。はい、リノベーションはやっぱり難しいとは思います。ですが経験だとか設計者の知識っていうのがものすごく左右されるんじゃないかなと思っています。もしそういう物件がおありでしたらご相談ください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。